はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、願い事が叶いやすい参拝の仕方についてお話をしようと思います。物事にはね、上手な人と下手な人がいますよね。だから何かね、神様にお願い事をするということについても、やはりね、願い事が叶いやすい上手な方と、なかなか叶いづらい下手な方がいるんですね。なので今日は、そうした形で自分の願い事が叶いやすい参拝の仕方、お願いの仕方についてちょっとコツを教えてあげようと思います。まずね、こういったおかげとかご利益とか言ったりしますけれども、こういった何か神様や大いなるものの力によって自分の願い事を叶えてもらおうというね、こういったこと皆さんもね、人生の中で何度か経験があると思います。大学受験とかね、就職とかね、あとは良縁のおかげをいただけますようにとかね、恋愛成就とかね、いろんなお願い事があると思いますけれども、まずね、基本的におかげをいただくプロセスというのは我々の心次第なんですよ。我々の心次第ね。でね、実は我々は神様に願う願わないにかかわらず、常にね、我々は神様によって生かされているんですよね。例えばほら、寝てる間だって心臓動くでしょ、ね、寝てる間だって呼吸ができるでしょ、これはそういった働きが我々の体に備わっているからで、で我々はね、自分の力で生きているっていうふうに勘違いをしやすいけれども、でも実は我々のこの体というのは借り物であって、実は自分の体であっても自分の思うように動かない時だってあるでしょ、ね、風邪ひいたけれども明日会社があるし、明日学校で試験があるし、じゃあもう今日の夜のうちに治そうと思ったってね、治らないしね、カッターでちょっと指切っちゃってね、血が出た、痛い痛い、もう今塞がりますようにって言っても、塞がらないよね。血がちゃんと固まるまでには自然に治るのを待つしかないわけ。このように自分の体であっても自分の思い通りにいかないし、あと自分がちゃんと寝ている時であっても心臓が休みなく動いて呼吸が止まらずにいてっていうのも、みんなこういう働きがあるわけ。だから、もしね、参拝に行く時にまず神様に最初にすべきことは、お願いより先にお礼なんだよね。まずお礼。だってみんなもどう？例えばほら、お願い事ばっかりしに来る知り合いがいてね、この間何か貸してくれ、これ貸してくれって言って、その都度貸してあげるのにお礼も言わないで、毎回お願いにばっか来たらどう思う？ね、嫌でしょまずはお礼だよね。でね、まずお礼が言えて、例えばね、日々こうやって命をいただいていることに対するお礼だったり、いろいろと自分の生活っていうのがね、相なっているということに対するお礼がまず最初。そしてその次はね、お詫び。お礼の次にお詫びね。例えばそうだな、職場の人間関係で悩んでいる人がね、例えば憎たらしい上司がどっかに左遷されますようにとかねこういうね、ネガティブなお願いの仕方っていうのはね、なかなか叶いづらい。なんでかっていうと、自分中心になっちゃってるしね、まずお詫びがなってないね。だから何かその上司との人間関係がうまくいかないのであれば、自分の方にも何か問題があるかもしれないね。上司だけじゃないよ、同僚だったり恋人だったり家族だったりお友達だったり、いろんな関係の中でうまくいかないとき、ただ単に自分は間違ってないんだ、ね、相手が悪いんだ、だから相手の気持ちが変わりますようにとか、相手がどっか行きますようにとか、こういうふうに願っているお願いの仕方っていうのはあまり叶わない。だってほら、自分が靴履きたくないからって言ってね、世界中に絨毯を引くわけにはいかないでしょ、自分が靴履いた方が早いわけ。人を変えようとするのはなかなか厳しい。でね、自分は悪くない、自分は変わらなくていいんだって思ってる人は他人に変わることを強いろうとするんだよね。まずこの考え方がまずダメで、だからまずはね、最初にお礼をしたら次はお詫びね。自分が知らない間に人のことを傷つけている可能性だってあるわけだからね、普段自分がいろいろ気づかない上で働いているご無礼とか不行き届き、こういったことをまずお詫び申し上げるね。だからお礼をして、それからお詫び、そして最後にお願いなんだよね。この順番をちゃんとしっかりと守ると、
おかげっていうのはこう日々我々はいただいてるわけ、ね、心臓が動く、体が動く、呼吸が止まらないっていうのも、これ全部そういったおかげを毎日毎日受けてるわけでしょ、ね、だからこのおかげをねちゃんと受けられるかどうかというのは我々の気持ち次第、ね、それを十分に受けられる人っていうのは大きい器でね、心が豊かで人のことをこう祈ってあげられる人だったりとか、あとは人に優しくできる人、思いやりを持って接しられる人、あとは神仏に向かう時にちゃんと恐れを敬う気持ちを持って神様に迎えられる人っていうのはこうやって器が大きくなってくるんだよね、でそうするとそういった器でもっていっぱいこうおかげをいただくことはできるけれども、ただ自分勝手なお願いをしたりとか、さっきも言ったようにね、一方的になんか相手に対してなんかどうこうっていうのをお願いをしてね、自分は悪くない、あいつが悪いんだっていうような考え方をしている人っていうのは器がちっちゃかったり欠けて穴が開いてたりするのね。そうするとせっかく神様がね願い事を叶えようとしてくれていても、その穴からどんどん漏れちゃうんだよね、おかげがね、それで願い事が叶わなくなっちゃうっていうことがあるので、まずはこの器をしっかり育てるという意味で実践として、お礼、お詫び、お願いの順番でね、まず神様に向かうっていうのが大事ですね、でさっきも言ったようにね、こう自分勝手なお願いっていうのはね、これはあまりよろしくなくて、やっぱりその心の器が育たない、で自分勝手なお願い事っていうのはねなかなか叶わないのね、でこれをやってしまうとだんだんと自分の人生というものが我欲にまみれてね、でなかなか良くない方向に行ってしまう。例えばほら白雪姫ね、白雪姫の話を思い出してほしいんだけれども、悪い女王様がいてね、で鏡に向かって女王様が唱えるんだよね。鏡よ鏡よ鏡さんってね、世界で一番美しいのは誰ってね。でそれまではずっと女王様あなたが一番美しいですよってね、女王様あなたが一番綺麗ですよって答えてくれてたのに、だんだんと白雪姫が綺麗になってきて、ある日鏡がこう答えるんだよね。世界で一番美しいのは白雪姫ですね。で女王様はショックだったわけだよね。でそこで彼女が取った行動が何だったかっていうところをねちょっと思い出してほしいのね。それまでナンバーワンだった自分が白雪姫が台頭してきたことによってナンバー2になってしまった。これは彼女にとって非常にアイデンティティに関わる問題だったわけだよね。苦しかったわけだ。でそこで彼女には2通りの努力の仕方があったんだ本来ね。もう一つは何かって言ったら自分磨きをするね。白雪姫が美しく育っただったら私ももっと綺麗になろうとかね、もっと素晴らしい人間になろうとか、じゃあ美しさじゃ勝てないから今度は心の綺麗さで勝負しようとかね、そういうポジティブな努力をすればよかったのに、彼女のした行動というのは何だったかというと、毒のリンゴを作ってね白雪姫に食べさせちゃったんだよね。要はナンバーワンを蹴落とそうとしたわけだね。だからナンバーワンになろうと思ったら2通りの方法があったんだよね。ポジティブに自分がナンバーワンになるための努力をするという方法もあれば、そのナンバーワンを蹴落として自分が相対的に一番に返り咲こうというネガティブな方法ね。で彼女はねこのネガティブな方法を取っちゃったんだね。だから彼女は幸せになれなかったね。だからお願い事をする時もポジティブな方法、ネガティブな方法っていうのがあって、自分のお願いのあり方というものがねちゃんと神様に届くような願い方がどうかっていうのを一度心の中で自分の中でよーく考えて、でお礼、お詫び、お願いの順番でお願いをさせてもらうと願いが叶いやすいですね。だからこれからねどこか参拝に行ったりとか、あとはこう自分がねいつも通っているようなお寺であったり神社だったり教会だったりね、そういったところがあるんだったら、まずはそうした態度でもって臨むようにすると願い事が叶いやすいと思いますので、ぜひやってみてください。はいね、自分勝手なお願いっていうのはねなかなかダメですよね。そういった感じで、神様にお願い事が聞いていただきやすい、ね、おかげになりやすいお願いの仕方を今日はレクチャーしました。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。